全力ハイテク株でファイヤー。レ夢ム、お金を増やしたくないか？マリサ、どうしたらいいの？この動画ではアラフォーで今更投資デビューした投稿者が55歳でファイヤーを目指してハイテク株にぶっ込む様子を届けるぜ。なんで55歳なの？毎日55ランプを見て暮らしたい。それじゃあゆっくりしていってね。マリサ具体的な投資方針はあるの？最初の1年は個別株、投資信託のハイブリッドをやっていたが、ファイヤーが遠すぎるのでゴリゴリのハイテク投資とインデックスの優等生投資の2本で行くことにしたぜ。遠すぎるってどういうこと？利回り 10% ぐらいじゃ送り人になる前に定年を迎えてしまう。わしは ATM を卒業したい。とりあえず現状を見せて。2つ持っている口座のうち、1つ目がこれだ。配当金を累計8万円もらっているから実質は 16.2% ぐらいだ。すごいじゃないの。レ夢ムこれではダメなんだ。勉強して個別株メインでやったがインデックスと成績が大差なかった。これでは ATM を卒業できない。じゃあどうするのよ。全力ハイテク株。ハイテク？君はハイテクを感じたことがあるか？何言ってるんだこいつ。ファング、2244、178A こいつらが地球を救う。一家の大黒柱がそんなことしていいの？そのための2口座作戦だ。お小遣いと個人資産をこっちにぶち込む。家族の資金を使った別口座は王道で攻める。マリサ、現状どういう銘柄を持っているかみたいわ。わかりやすく日本株を紹介するぜ。まずは9ニーサだ。こっちが新ニーサだ。こっちが特定口座だ。我ながら買いすぎ。いつか語ろう。銘柄減らしたが封筒が50通以上来てうざかったぜ。パッと見て好成績だけど何が悪いの？狙いは悪くなかった気がするんだが、日本株の爆上がりの時に上がった銘柄をあまり変えていない。見ての通り知識を増やした後も日経に連動する半導体株を変えていなかった。今年半導体 ETF を購入したが、お祭りはとっくに終わっていた。去年一体何を勉強していたのかと自問自答するエブリデイ。それとこの値上がりは為替に助けられている部分もあるのとインデックスの成績を見ると自信がなくなった。マリサ、インデックスって何？詰め合わせパックだ。S&P500 ならアメリカの500株、日経225なら日本の225株をセット買いできる。バカでも80点取れる。そういう画期的商品だ。言い方雑だわね。レ夢ム。少額しか買ってなかった9ニーサのインデックスの成績を見てくれ。30% も上がってるのね。夜更かしして勉強して株を買った割にこれと結果が大差なかった。本当は、テスタさんみたいな凄腕投資家になりたかった。そんなわけでバカでも80点取れる投資法に切り替えます。一応米株は超高配当株を底値付近で買って利回り 8%。日本株も高配当中心なので9ニーサの個別株は 30% ぐらいの成績は出せてる。30% 出せるならこれを続ければいいんじゃないの？レ夢ム良くも悪くも超高配当株はそこまで値上がりも値下がりもしない。だからずっとこの成績は出せない。例えばタバコ銘柄。こいつは喫煙者からお金を巻き上げて暴利を叩き出して配当を出しているが、右肩上がりにヤニカスが増えることはない。今ヤニカスって言わなかった。一方で辞められない人も多いから売り上げは安定。競合他社も参入してこないから超手堅い。タバコ以外にもそういう銘柄があるの？タバコ以外だとモバイル通信会社だ。こいつも簡単に参入できないし、お気楽に参入すると暴落天のように巨額投資の借金を抱えて自社の存続危機にまで発展する。逆に参入に成功するとドコモや au のように毎年当たり前に5000億の純利益を叩き出せる。ソニーや日立が必死に商売して純利益5000億出して日本のものづくりが称賛される中、通信会社は来年も同等の利益が保証されているし、ライバルも入ってこない。配当金はどれぐらいもらえるの？米国株だとタバコ会社が約10%、通信会社が約7%前後狙える。
米国株だけなの？日本株は？安い時に買えた人はそれぐらいの利回りがあると思うが、株価は見ての通りピーク付近だ。逆に米国株は底値付近だ。どうして配当金をたくさんもらえるのに米国株は人気ないの？今アメリカ国債を持てば毎年5%ぐらい利子がもらえる。ほぼリスクなしで5%もらえるなら皆が米国債を買うのはわかるよな。ということで継続して好成績を出すために投資スタイルを徐々にインデックス重視に変えることにした。特定口座と新ニーサもあるんだが銘柄多すぎてまた今度紹介しようと思う。個別銘柄の成績はそこまで悪くないのでおいおい紹介したいが、インデックスに重点を置きたくなる心境は理解してもらえたと思うぜ。アメリカの成長速度速すぎー。マリサじゃあこれから何を買うの？レイムまず SBI を悪魔的口座として新ニーサをハイテク株で全力で埋める。半分ぐらい枠を埋めてしまって後悔しているのは内緒だ。だから特定口座にも手を出す。信用取引もやるぜ。信用取引って危険って、そんな気持ちでファイヤーできるのか？一刻も早く社畜を卒業して悠々と暮らして ATM としての役割から逃げる必要があってだな。何が楽しくて専業主婦と子供を養いつつ、60歳まで働く奴隷にならないといかん。気持ちはわかったわ。よろしい。それで何を買うのよ。今年の5月からは2244と 178A とファングを中心に買うことにした。どういう銘柄かわからないわ。2244は US トップ20という商品でアメリカの証券市場のトップ20銘柄を集めている。具体的にはロボット工学と自動化、クラウド、コンテンツアプリ、e コマース、半導体の分野のトップで、みんなが大好きなマイクロソフト、アップル、グーグル、アマゾン、エヌビディアなどなど一通りトップ銘柄が揃っている。成績としては1年前から60%上がっている。すごい上昇率ね。だろ？こういうの見てると変な日本企業に投資するより Google やマイクロソフト様にお布施した方がスマートに感じられるんだ。変な日本企業って、そこに200万近く投資してたんじゃないの？仕方ないだろ。この超円安で1ドル160円で米株に全力で突っ込む度胸があるかと言ったらない。しかも利下げのニュースとゼロ金利解除で円高、みたいな変なノリが蔓延してて円高を待っていた方が賢明だったのではという。わかったわよ。よろしい。178A は革新的有料企業という商品で財務基盤がしっかりしていて、成長も著しいトップ15銘柄を集めている。具体的には AI、半導体、ヘルスケアバイオテクノロジー、次世代モビリティバッテリー再生可能エネルギーの分野で、ここにもみんなが大好きなマイクロソフト、アップル、グーグル、アマゾン、エヌビディアなどなど一通りトップ銘柄が揃っているが、ヘルスケアが入っていて2244よりも少しディフェンシブな構成だ。なんだかすごそうね。わかりやすく言うと2244は北斗の設定 678A はマイジャグの設定6だ。わかりやすくないわ。ファングはどういう商品なの？さっきのみんな大好きなハイテク株のトップ10みたいな商品だ。この3つだとファングだけ新ニーサの積み立て投資枠で購入可能だ。経費率が高いから好きではなかったのだが、積み立て投資枠は他にハイテク投資商品がないので仕方なく積み立て投資枠はしばらくはこいつに全力で埋めることにした。成績としては1年前から60%、5年間で5倍に上がっている。5倍、100万円分買っていたら500万円になっていたのね。その代わり3分の2ぐらいに落ち込む時もあったから忍耐が必要だ。わかりやすく言うとこいつはファンキーの設定6だな。はいはい。わかったわよ。よろしい。ということで1馬力で3人分を稼いでいる以上、リスクを取らないと自由が遠い。自由の国の力を借りて主は自由になる。そんなにアメリカ一辺倒で良いのかしら。投稿主は幼少期までアメリカで生まれ育っているからその辺の心理的ハードルは低い。日本への愛はないのかしら。おい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 、日本愛が溢れてるから見ての通り3分の1という日本株に偏重しすぎたポートフォリオを組んでいるのにその言い方は何なんだ。君は日本企業に投資しているのか？わかったわよ。よろしい。ということで今後これらの商品に全力で投資するとどうなるか人柱的な報告を続けていきます。現時点でこの3商品は特定口座で53円、信用取引で68万円、新ニーサで56万円。
全部合わせて約181万円投資している。先月ぐらいから買い集めたばかりなのでまだプラスは6万ぐらいだ。6万円、先は遠いわね。君はハイテクを感じたことがあるか？聖戦式取りやめろ。聖戦士？セイントだろ JK。自動読み上げの上げ足取りやめろ。ATM を卒業したいと共感してくれた人、チャンネル登録お願いします。お願いします。